おはようございます。マンボです。今日はですね、房総半島の南部、これ今立山の方向に向かってるんですけどね、県道を走っております、内房渚ラインという、内房に沿って、海岸線に沿って走っている、旧国道ですね。さあ、ここは、立山市、名護というところなんですけど、なんだこれ。随分高い生垣があるね。おー、すごいすごい。高い生垣がありますよ。ちょっとね、降りてみましょうかね。ほほほほ。なんだこの生垣は。背が高いですね。軒より高いかな。入り口のとこもこう、生垣がゲートのようになっている。で、こちらの生垣、完全にゲートを作ってます。おー、綺麗に刈り込んでるね。ほほほ。こんな集落があるんですね。軒より高い。ということでですね、わざとらしく始まりましたけれども、今回は南房総の犬巻の生垣の集落を歩いていきたいと思います。それではスタートです。裏マンボウの旅。今回は南房総に見られる高い高い犬巻の生垣集落を巡ります。阿波の国総社鶴ヶ谷八幡宮。いいとこですね。それではね、この八幡山の周りの集落を歩いていますね。この生垣なんですけどね、木の種類、樹種は犬巻という巻科の常緑針葉樹の一種。潮風に強くて耐久性が高いということで、太平洋の沿岸地方の生垣に比較的よく見られるということなんですね。高いところにあるということで、房総半島が本州の北限と言われているそうです。いや、綺麗だよね。千葉県ではですね、犬巻が県の気候風土に非常に合っているということで、街路だとか公園とか、庭木など県民の目によく触れるという場所にありますんでね、この犬巻の名称を巻と改めて県の木に指定しているそうです。ね、千葉県の県の木ですよ。まずこっちから行きましょうか。高いね。この生垣がね、この高く植えられているというのは暴風です。千葉県といえばですね、
日本で一番平均標高の低い県ということですから、平野部が多いわけですね。特に海沿い。ということで、風が強いんですね。冬になると、西風、大西と呼ばれている強い西風が吹くそうです。風速がね、20メートルになることもあるそうなんで、そういった風からですね、庭を守るということで、この屋敷林、そして生垣が発達しているようです。八幡さんの入り口なんですけど、ここにカフェがあります。カフェ、1、2、3。1、2、3って書いてある。カフェひふみ養蜂園でした。さあ、このひふみ養蜂園のお屋敷、立派ですね。そして、犬巻の生垣に囲まれています。全部ね、ひふみ養蜂園ですよ。確かにね、さっき、屋敷林の代わりに、この牧の生垣なんて言っちゃいましたけどね。あんまり屋敷林はね、あんまりないね。ここはでかい屋敷ですから、屋敷林がありますけれども、どっちかというと、高い生垣をね、築いて、それだけで終わりみたいな。そんな気がしないでもないな。八幡宮の南側の集落です。道の両側にね、生垣が続いてますね。犬巻の生垣のことをですね、巻兵衛なんていう風にね、呼んでる人がいますけれども。いいですね。巻兵衛。ゲート巻兵衛。でも管理は大変だろうな。でもやっぱりなきゃ困るよね。これだけ高い、暴風効果のあるものってないからね。これを他のもので置き換えるっていうのは難しいかもしれませんよ。部活ですね。剣道やってますね。僕も子供の時はね、剣道やってました。ね、大して上手にならなかったですけどね。でもいいですよね、武道っていうのはね。ここに地図がありますね。牧の連なり。防火水槽の看板が巻兵衛の中に埋まってます。コーナーミラーが巻兵衛の中に埋まってます。これは高いね。さらに高い。高くて、このコーナーのところにちょっと、枝っぷりを刈り込んだアートのような巻兵衛がございますね。2段になってますね。1500ぐらい、1.5 メートルぐらいのところに1段ちょっと段が取ってあって、その上に5メーター、6メーターという巻兵衛。木としてはこんな立派なんだね。ここは見どころあるね。すごい屋敷だ。蔵がある。中にはあんまり高い木はないんだな、やっぱりな。外周を暴風のこの生垣で囲ってるんで、中は割と広々としてますね。この高いのは敷地と敷地の間かな。敷地境界の巻兵衛。だから暴風ということもあるんだけれども、火事の時の防火ですね。延焼防止。そういう役割もあるようですよ。はい。館山市、北部集落に来ました。この線路はね、外房線。で、
この集落なんですけどね、国道128号線を走ってる時に見つけたんですよね。さあ、現れましたよ。巻兵衛。お、すごいこれ。ゲートのね、屋根みたいになってる、ここ。やっぱり、入り口のところにはコーナーミラーがありますね。見えないもんね。道が狭いから。なんかこういう感じだ。狭いからね、軽自動車はいいけども、ちょっと大きな車は走りづらいでしょ。ほんと、全部コーナーミラーがありますよ、こうやって。そりゃそうだよね。はい。先の道路が国道128号線。この犬巻なんですけども、樹高や樹形を仕立てやすくて、葉が細くてですね、密に生えてるんで、定期的に刈り込みを行うことが、こうやりやすいんですよね。それで、遮蔽性の高い生垣にもなるということで使われているようです。外房線の千歳駅のちょっと北側ですね。南房総市の安波屋というところに来ております。ここは旧丸山町ですね。この道は国道の410号線。巻兵衛の集落。一直線に生垣が続いています。これね、昔からね、何回も走ってるんですけどね、一回も歩いたことないんです。いつか歩いてみたいと思ってました。文化庁が選定している文化的景観っていうのがあるんですけどね、そこにも、選ばれてますね。おお、面白い。松の木が多いな。松じゃないんだ、これ。これあれか、刈り込んでるそのものが、薪なんだ。松の木だと思ってた。そうかそうか。あれ、一体化してるんだね。薪なんだ。はあ。面白いね。これも薪の一部がこう刈り込まれて、円形をしてるんだ。出ました、薪ゲート。見事ですね。国道410号線をこれ左にぐるっとカーブしてますけどね。ちょっとこっちまっすぐ行ってみようか。国道410号線の、北側、西側かな。西側の道。
こういうの巻きなんだね。このぶっとい幹ですけど。これぶっとい幹なんだね。で、上どんどん、だから刈らないと上に伸びていっちゃうんだな、これ。いや、これはね、強いでしょ、風に。これだけしっかりした幹だもんな。この刈られた造形がいいですね。付け足すことはできませんからね。こう、切り取っていく感覚。切り出していくって言った方がいいかな。そういう感じですね。その先はもうこのような田園地帯ということですね。ちょっとね、この生垣は巻きじゃありませんよ。葉っぱが全然でかい。違う樹種ですね。幹もそんな太くないし。これなんでしょうね。巻きばっかりじゃない。椿か。どうでしょう。椿かな。花が咲いてるよ。巻きはあるね、ここにね。ね、これゲートのとこなんだけど、これやっぱり太い木があって、これも巻きだよね。太い木だけど巻き。こちらの家も、入り口のところには大きな巻きの木。巻きの木っていうの巻き。犬巻き。ゲートになってる。見事な巻きゲート。ここに国道410号線が横切ってるんだけど、そういう風に見えませんね。ずっとこの生垣が続いてますからね。寄せ棟の出し桁作りの瓦葺き。房総の民家です。特徴ですね。四方三方出し桁作りということですね。そしたら、これをまっすぐ行ってみよう。ね、こういうのも巻なんだね。立派な幹だよね。これちょっとやそっとの風じゃ倒れんでしょう。この場所は列車が通過しますので危険です。書いてあります。渡っちゃダメですとは書いてありません。危険ですと。注意して渡ってくださいということですね。はい。ここは何だろう。なんか、井桁に組んでありますね。巻きじゃないね。樹脂が違います。だけど、あそこは巻きだね。この辺は、ここは巻きなんですよね、これずっとね。だけど、こっから先は、右側は樹脂が違う。それから、こっから左側も違う。混ざってますね。そういうのもあるんだね。
角のところは牧なんだろうな。やっぱりここの生垣が一番面白いかな。上の方は、だからそっかわかった。これさ、もともとここまであったんだよ。牧兵衛が。ねえ、6メートル級であったんだよ。そこそうだもん。6メートル級であったのが、暗くなっちゃうんでね。あと、建物もほら、アルミサッシュにしたりなんかして、そんなに、強風でもね、隙間風が入ったりしないもんだから、ここまで下げちゃったんですよ、きっと。下げちゃったんだけど、上の方をどうするっつって、上の方はこのように、松の木のようにですね、刈り込んでると。そういうことでしょうね。面白い。ブラマンボウの旅。今回はですね、南房総の牧兵衛、犬巻の生垣の集落をご紹介しました。いかがだったでしょうか。このね、生垣の集落なんですが、南房総だけではなくて、内房、外房ですね、海岸沿いにずっと展開しております。銚子のあたりまで行ってもね、ありますよ。それではまた次回、どっかの集落街並みでお会いしましょう。さようなら。Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. 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 I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate